皆さんこんにちは。今回は和食、家庭でできる和食ということで、おだまき蒸しという料理をやります。おだまきというのは浅いとこう紡いでこう丸めたものなんですね。毛糸のこう束みたいな状態になっているものがおだまきと昔は呼んだんです。でうどんをこう丸めて、茶碗蒸しの中に入れたもの、こういうものをおだまき蒸しという言い方で呼びます。まず食材なんですけれども、うどんです。家庭でできるような冷凍のうどん、これまだ凍ってます。冷凍のうどんと三つ葉、かまぼこで鶏肉、しいたけ、薄揚げはいなり寿司用のもう炊いてる市販のものを使います。でゆり根、卵、薄口醤油、みりんと、かつおと昆布のだしですね。はい、まずうどんからなんですけども、これ今日1人前なんで、半分に切ります。でこれをこのまま鍋に投入します。そしてぐつぐつ茹でる必要はないです。うどんがほぐれたらもういいです。こういう状態で強火でうどんがほぐれた状態、しっかりと全部ほぐれましたらざるにあけます。真ん中の部分がちょっと固まってますけどね。はい、きれいにほぐれました。これでもう引き上げていいです。ざるにあけてで引き上げておきます。でこの状態で水気も蒸気と一緒に飛んでしまいます。さあ、鶏肉ですね。鶏肉はこう骨とか筋とか残ってるんで、それをこう取ります。今日のは綺麗に掃除できてる。こういうのはね、骨とか筋とかちょっと残ってるんで、硬そうなとこは外して、でちょっと筋っぽいとこは軽く包丁入れておいたらいいです。全体的に今日3切れぐらいですね。切ってで塩当てておきます。お塩、これも分量なんぼとかじゃなくて、こう下味がつく程度の塩加減でいいです。はい、こういう状態。そしてしいたけは石突きの部分を外しまして、で火の通りが均等になるようにここだけねちょっと硬いんで、こう包丁入れときます。かのこに包丁入れます。でちょっとこう模様になるようにこう左右から V の字にね切り込み入れます。こういう状態。これでちょっとしたこう模様になりますんで、なんとなくおなじみの形になってきます。薄揚げはもうそのままでいいです。で、三つ葉はいわゆる5分切りですね。 1.5 センチぐらいに刻みます。こういう感じ。これはもうざっくりでいいです。そんなに決まった感じではないです。でゆり根は、掃除してちょっとこう掃除って汚れてる部分をきれいに外して砂とかも取ります。で食べやすい大きさに、で好みでこう自分の好みで数は決めてください。そして卵の出汁を合わせます。まず、卵1個に対して 150cc のだしですね。卵を割って
だしを入れます。そして薄口醤油とみりんを入れます。でこれよく混ぜ合わせます。でこれを一度こします、ね、この時に泡もきれいに取れます。で、器に具を盛っていきます。まずうどんですね。おだまきになるうどんをまず入れます。きれいに水分も飛びまして、でこれもおかずというよりも一食になるような感じの量ですよね。ちょっと茶碗よりも大きめの器に入れて、で先に具を全部入れてしまいます。うどんで鶏肉、でゆり根と、薄揚げでしいたけでかまぼこで三つ葉をちょっと散らします。こういう感じですね。なんとなく全体的に、具が見えるっていう状態ですね。でこういう状態にしておいて、でここにだしを注ぎます。これも全体的にかぶる程度でいいので、ね、しっかりとこう回しながらかけていきます。こういう状態ですね。でこれを蒸し器に入れます。今ちょうど100度ですね。いわゆる家で、蒸し器を一番強火で沸かしている状態です。100度の状態に入れます。この状態でまず1分間入れます。家庭の蒸し器でもそうなんですけど、強火のところに入れて、で蓋をします。そうすると表面だけ最初に固まるんですね。これを固まってない状態で中火にすると水分がどんどん入ってきて何時間経っても固まらないです。まず表面だけ固めておいて、こう膜を作ってから後で弱火で内側に対して火を入れていくと非常にいい感じに火が入ります。目安としては上が白く固まっている状態ですね。その状態までは、最初にします。1分といっても蒸し器の状態であるとか大きさ、蒸し器の大きさであるとか温度の下がり具合、蓋開けた時の温度の下がり具合で1分で白くならない時もあるんで、そういう時は確認しながら、目で見ながらやってください。あくまでも1分は目安です。これぐらいで一回開けて見ていきます。一番上だけ白く固まってます。この状態です。100度から今度80度まで落としてあげます。100度のままほっとくと酢が入って温度が上がりすぎて酢が入ります。蒸気を逃がしてあげて、でその蒸し器の中の温度を80度ぐらいまで下げます。火加減も少し落としてもいいですし、蓋を切ってで蒸気を逃がしてあげる。そうすると緩やかに80度ぐらいで中心まで火が入ります。しっかり入れば酢が入らずに滑らかな口当たりになります。でその状態でちょっと今日器大きいんで15分から20分ぐらいです。これも容積によってちょっと変わるので、振ってみて全体が動く程度の固まり具合までしてあげます。蒸し上がりましたのでこういう状態ですね。15分です。80度にして15分、こういう状態です。振って全体が動く感じですね。もう完全に中まで固まってますんで、
この状態でこううどんと卵を絡めながら食べると絶妙な感じになりますので、ぜひご家庭で作ってみてください。